こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は2021疲れ取り集大成スペシャルをお届けいたします。師走というと何かと気ぜわしい時期ですよね。心も体も癒していただけるようなレシピとして、今回はこちら、柚子のとっても簡単な保存法、塩漬けですね、ご紹介したいと思います。で、この塩漬けを作っておくと、お鍋に入れたり、炒め物に入れたり、和え物に使うとか、もうちょっと柚子の香りをプラスしたいなんていう時に、本当に重宝するんですね。日持ちもするので、本当におすすめのレシピになります。それからもう一つ皆さんにお知らせがあるんですけれども、ウェルネスキッチンが本になります。で、いよいよ来年1月に出版されることになりました。この動画では本の内容について皆さんに少しご紹介をしたいと思います。で、その本の内容と合わせてウェルネスキッチンというチャンネルについても改めて振り返りながらどんな本になるのかご紹介をしたいと思います。そして後半の方では私の柚子仕事にお付き合いいただくということで塩漬け作ってまいります。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。ウェルネスキッチンの本が来年1月28日に出版されることになりました。今までも視聴者の方からウェルネスキッチンの本を出してほしいというお声もいただいてまして、本当にありがたい限りなんですけれども、晴れて出版することができました。ありがとうございます。で、ちょうど出版社さんからお声掛けをいただいたのが7月頃だったんですね。ウェルネスキッチンのコンセプトやとっても簡単なレシピ、健康の理にかなった食べ合わせとか栄養の説明など、そういったことに共感していただいて、ぜひこれを本にまとめたいというお声掛けをいただいたわけですね。ウェルネスキッチンというチャンネルなんですけれども、ちょうど去年の4月から始めたんですね。コロナ禍ということもあって、私が今まで管理栄養士や料理研究家としてやってきたことを皆さんの生活の中で何かお役立ちできないかなというとっても簡単な気持ちでスタートをしたんですけれども、レシピ動画も5万とありますからね、本当に私に求められているものは何なんだろうということで結構試行錯誤をしてまいりました。そこで思い切って栄養のこととかをガンガンお話ししたらどうかなと思ったんですよ。こんなにお話ししたらちょっと鬱陶しいんじゃないかっていうことも私自身も懸念していたんですけれども、そんなことを意識するようになってからなぜかとてもためになりますというお声をたくさんいただけるようになったんですね。私もこれはやってみて分かったことだったんですけれども、私の使命というのはただレシピをお届けするのではなくて、巷にたくさん溢れている情報の交通整理をすること、そしてできるだけ分かりやすく実践してみたいと思えるようなとっても簡単なものをご紹介するのがいいのかなというところに行き着きました。今だからお話ししますけれども、私が一番専門に勉強した料理はフランス料理だったんですよ。コルンブルーというね、フランス料理の学校があったんですけれども、貯金をね、一生懸命はたいて、でもう必死で勉強したのがフランス料理だったんですね。で、知らないことばかりで本当に楽しかったんですけれども、そこで学んだいろんな知識がなんと家庭料理に応用することができたんですね。なのでね、私のレシピフランス料理なんて一切ないんですけれども、小さなテクニックというところではそこで学んだことも実は大きな糧になっていたりするんですね。栄養のことという意味では皆さんにたくさんコメントをいただく中で、こういうことに行き詰まっている方がとっても多いんだなとか、こんなことが本当は知りたいんだなとか、すごく私自身も勉強になったんですね。例えば一つ例を挙げると、酵素が壊れてしまうとか、酵素を生かすとか、酵素というのは取った方がいいという認識があると思うんですね。酵素というのはタンパク質なので、やはり熱によって変性されてしまうわけですね。なので基本的には60度、70度とかになってしまうと酵素は失活してしまうんですけれども、そうなると意味がないのかというようなご質問もたくさんいただくんですよ。でも実は酵素というのは私たちの体の中に入り込んで代謝を助けたりすることには全く無関係なんですね。
食べ物から取る酵素というのは消化を助けるところまでにとどまります。炭水化物や脂質、タンパク質、いろんなものを消化する酵素というのを私たちの体で作って分泌しているんですけれども、その一部を食べ物の酵素が担うということで、体内の代謝酵素を少し温存できますよという、そういう考え方なんですね。だから酵素を取ったから体内に入り込んで何か代謝が良くなるとか、そういうことではないんですよ。そういう誤解ってね、結構他にもたくさんあったりするんですね。発酵食品なんかもそうです。加熱をしてしまったら発酵食品の中に含まれる酵素が壊れてしまうんじゃないか。これもさっきと同じような考えで、酵素というのは食べ物の中に含まれている成分を分解するのには役立ちます。そして分解しながら栄養素を作り出す働きもあります。そういったところで麹菌が作り出した酵素によって生まれた新しい栄養成分、そして消化吸収しやすく分解されたものをいただくというのが発酵食品の本当の目的なんですね。そんなような感じで食べ物や栄養学に関する様々な誤解を解決したいという思いで、今回出版する5本には皆さんが普段疑問に思っていることを全部ギュッと凝縮してみました。なのでね、動画ではあちこちであんなことを言ってこんなことを言ってってあちこち散らばっちゃっているんですけれども、一冊の本にすることでウェルネスキッチンで伝えたかったことがギュッとわかりやすくまとめていただいたというのが一番の大きな醍醐味じゃないかなと思います。本のタイトルは春夏秋冬疲れ取りご飯となります。過労による疲れ、運動による疲れ、そしてストレスによる疲れ、いろいろな疲れってありますよね。心身ともに疲労というのは体に影響します。そういった時に活性酸素というものが発生して、でその活性酸素が細胞にダメージを与えてしまうことで疲労というものが発生してきます。その他に活性酸素というのは、酸化はもちろん糖化の原因になったり、さらに炎症の原因にもなったりします。この疲れ取りご飯では糖化、酸化、炎症ということにさらにフォーカスをして分かりやすく予防策、そして食べ方、食べ合わせなどについてお伝えしてまいります。結構栄養のお話って聞いたことがないような名前もたくさん出てきますが、この5本を読んでいただくとそれらのことも含めてスッと全てが腑に落ちるんではないかなと思います。いろんな食べ物がいいと聞くと、あれもいいこれもいい、じゃあどれがいいんだろうという迷いもあるかと思いますが、つまるところ食べ物というのは季節に合わせて、体調に合わせてバランスよくいろいろなものを食べるということに尽きるんですね。添加物や毒素、農薬、いろいろ気になるようなものもありますけれども、最終的には私たちの体の中に備わっている解毒力を高めてあげればいいわけですよね。そんな風に考えていくと、食べ物にあまり神経質にならずにおおらかに美味しく食べながら健康を維持していくという考え方の方が楽しめるんではないかなと考えています。そんなところでも皆さんが日頃気をつけてらっしゃること、また疑問に思ってらっしゃることを答え合わせをするようなつもりでご覧になっていただけたらいいかなと思います。本の内容をちょっとちらっとお見せいたしますが、目次の部分とかもね、まだまだ修正をしている段階で、表紙の部分もざっくり決まってはいるんですけれども、最終的にはね、まだまだ調整をしている段階なんですね。なんとかこの本を皆さんの健康増進や食生活をより楽しんでいただく知恵となっていただけるように全力をかけて今制作をしてまいります。ぜひ楽しみにしていてください。こちらの疲れ取りご飯なんですけれども、Amazon で予約販売が開始されました。コメント欄固定で、そして概要欄にも Amazon のリンクを貼っておきますので、いつも動画をご覧になっている皆さんのお手元にいち早くお届けしたいので、ぜひ予約をしておいてください。ちょっと5本のお話がついつい長くなってしまいましたが、柚子の塩漬けをご紹介したいと思います。柚子のジャムなんかもいいなと思ったんですけれども、柚子のジャムこちらでご紹介しているんですよ。なので今回は柚子の塩漬けをご紹介しようと思います。塩漬けにしておくとジャムに続いて保存が効くというのも大きいんですけれども、お料理にいろいろと活用していただくことができるんですね。で、まず材料は柚子もう適量でいいです。そしてお塩です。はい、それではまず柚子を丁寧に洗ってまいります。それでは早速私の柚子仕事に皆さんもぜひお付き合いください。
はい。まず柚子ですね。ヘタと種の部分以外は全部丸ごと使っていきます。柚子半分に切りました。そしたらですね、こちらの方にザルをこのように受けて、で、キュッと絞ると種が落ちてきます。ちょっとね、果汁を絞った後に真ん中の方こう指で確認すると種が出てきたりしますので、絞った後の柚子はこのように必ず確認をして種が入っていないかチェックをしてみてください。で、この実の部分ですね、左脳の部分とか白い皮の部分全部丸ごと使っていきます。結構ね、奥の方からも種が出てくるんですよね。柚子にはビタミン C やベータカロテン、そして特徴的な栄養素として苦味成分でもあるヘスペリジンというものが含まれているんですね。で、このヘスペリジンというのはビタミンのようなね、働きもすることからビタミン P とも言われています。で、このヘスペリジンというのは毛細血管をね、強くする効果があるんですね。皮ごと食べれるような柑橘類というのはぜひね、果汁だけではなく丸ごと使われるといいと思います。柚子を半分に切って種と果汁を絞った後の柚子の皮です。そしてこちら種ですね。そして果汁がこんな感じで残っています。で、柚子の果汁と皮を使って塩漬けにしていきます。今回は塩漬けなのでフードプロセッサーを使っていただいても結構ですし、あともっと言ってしまえばこの皮ごと塩漬けにしてしまうという方法もあるわけですね。ただね、漬ける時間も短縮して出来上がりが早まりますので、ある程度細かく刻んでいった方がいいと思います。で、中にこのように房の部分とかも残っていますけれども、全部丸ごと使っていきます。こんな感じで柚子をざく切りにしていきます。柚子の皮が全部切れました。このぐらいの大きさにしておくと料理にも使いやすいです。塩漬けになった柚子はね、細かくして使うこともできますので、割と大きめですけれども、このぐらいの大きさにしておきます。重さを測ってお塩の量を決めていきます。今柚子の皮だけで506ありますね。そして柚子の果汁も加えます。ちょうど今629で、これに対してお塩約 10% です。もし塩分減らしたければ 8% ぐらいで計算していただいてお塩を加えていただければと思います。なのでだいたいじゃあ 60g ぐらいお塩を加えてみたいと思います。お塩がね、途中で種類が変わってしまいましたけれども、お好みの天然塩をね、使われるといいと思います。果汁と柚子と全体お塩をあえていきます。今回は発酵をさせたりするわけではありませんので、もう単純に塩漬けということで冷蔵庫で保存をしていきます。結構細かくね、刻んでいますので、2日目3日目ぐらいから召し上がっていただくことができます。今回はこのような保存袋に入れて半分は冷凍保存したいと思います。残りは清潔な瓶などに冷蔵庫で保存したいと思います。まだ種が入ってますね。たまに種が紛れ込んでたりとかしますのでね、確認をして除いておきます。基本冷蔵庫なので保存期間は半年ぐらい全然問題なく使えるんですけれども、それでもちょっと冷蔵庫にたくさん入りきれないという時は冷凍保存もおすすめです。冷凍保存しておくとさらに長持ちしますのでね、たくさん作った場合は冷凍保存もおすすめです。柚子の塩漬け完成しました。食べ頃は翌日か2日目ぐらいからになります。塩漬けしてある柚子なのでこのまま召し上がることもできるんですけれども、塩もみした白菜に加えていただくととっても美味しい柚子白菜ができるんですね。その他鍋物やおうどんの薬味にしたりとか、お料理にも幅広く使うことができますので、ぜひ調味料感覚で使ってみてください。2021年ウェルネスキッチン集大成ということで、
疲れ取りご飯のご紹介、そして柚子の塩漬けをご紹介しました。疲れ取りご飯の方は皆さんが知りたかったことを疑問に思っていることをぎゅっとまとめた集大成になります。日頃何気なく感じている疑問なども解消できる一冊に今仕上げていますので、ぜひ概要欄の Amazon サイトの方からご予約しておいてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。私の LINE 公式アカウントができました。友達登録をしていただくと、いろいろなお得な情報盛りだくさんです。ぜひ友達追加お待ちしています。